新社会人へ送る言葉。4月になると新社会人へ向けた言葉を求められていないのに発信する中年男性が増える傾向にあります。一体誰の言っていることを信じて誰の言葉を受け止めればよいのか。数多くの助言に混乱をきたす新社会人もいるのではないでしょうか。そんな時は富士そばのカツ丼セットを食べに来ると良いでしょう。まずは自分をねぎらうための一杯。仕事の後に一人で飲むビールは会社の飲み会では味わえない美味しさです。ビールにカツ丼、偉すぎず貧しくもない。新社会人であってもベテラン社会人であっても誰もが利用する富士そば。富士そばでは社会人経験の差は関係ありません。それが現実であり、それ以上のリアルはありません。学生から社会人になるという未知の領域に足を踏み入れたとき、人は緊張し、恐縮します。新しい環境では上司や先輩というだけで大きく見えるもの。しかしながら富士そばに来るという点においては同等の人間なのです。新社会人へ向けた言葉を発信する人が何やら仕事ができる大物のように見えてしまうことがあります。しかし格言めいた発信と仕事の出来は関係ありません。仕事が暇なので格言めいた発信をしている可能性もあります。仕事は言葉ではなく実績あるのみです。現実を見て信じるに値するか判断する。新社会人にとって誰をお手本にするかという判断は非常に大切なことなのです。6割が仕事の実績、4割が言動と人柄。まさに富士そばのそば粉と小麦粉の割合なのです。年を取ってくると他人にアドバイスや助言をしたくなるもの。自分が前を向いていると横を向いて助言をしている暇はありません。進んで助言をするよりも助言を求められる人、そうありたいものですね。カツ丼セットを味わうように目の前のことに集中する。そう考えると仕事もカツ丼セットも同じなのかもしれません。言葉よりも目の前のカツ丼セットというリアル。どんな上司や先輩も富士そばに来るというリアル。安くて美味しい富士そばにすがるという点においては肩書きも上下関係もありません。パワーハラスメント、アルコールハラスメント。格言めいた言葉より目の前のハラスメント。ハラスメントとは上下関係や立場に乗じて発生するもの。同じ富士そばの飯を食う関係性。それが先輩や上司とのちょうど良い距離感なのかもしれません。富士そばに誘ってくれる上司や先輩、メンターとは案外富士そばにいるのかもしれません。言葉ではなくそばをすする音で伝える。やってみせ、すすって聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば人は動かじ。まさに富士そばそのものが言葉であり格言なのかもしれません。希望と不安が入り混じる新社会人の皆様はぜひ富士そばに行ってみてください。こうしてまた私たちは企業や役職や肩書きをごちゃ混ぜにした満員電車に揺られながら社会の発展へ貢献する一員として巣立っていくのです。